今日から取り組むのは、これです。リクエストをもらった B29 だな。これも古いキットだな。モノグラムの48分の1スケールです。幸運にも手元にキットがあってよかったです。主に機体本体の部品です。とにかく大きいです。左下の15センチの定規と比べても、大きいことがわかるな。箱にもよく服が約90センチと記載がありました。この大きな機体を、どう塗装するのかが今回の山場だな。その他のパーツ類です。長い間保管してあったものだから、ランナーから外れてしまっているものもあるな。本当に全部揃っているか検品が大変でした。今回のパート1の対象となる部品たちです。主にコックピットや内装のものだな。脅威なのは、これだけで全部ではないことです。内装はパート2以降も続けないといけないってことだね。塗装の前に隔壁の穴を埋めてみました。反対側の電気系のボックスに合わせて、凹んでいたからね。他にもプラスチックが引けている部分を埋めたり、出っ張っているところを削ったりと、地味に時間を要しました。それでは塗装を開始いたします。ミスターカラーの351番、ジンク、クロメイトタイプ1だな。いつもと同じように5倍希釈しています。結構、凹凸があるから塗りにくい感じはあるな。平面を熊の筆で押さえて、デコボコしていて塗りにくい箇所は、後で面相筆で仕上げるのが良いですね。1回目の結果です。下地がシルバーのプラだから、若干、金属的な光沢が見て取れるな。これは、これで独特な味わいですね。そうは言っても、塗り重ねを進めないとな。2回目の塗装を進めます。凹凸が激しい中で、完全な平面を塗らないといけないのは、若干骨が折れるな。筆を進める方向や筆先の圧力に、気を配っていかないと、うまく塗れないですね。色自体は、隠蔽力の強い色なんだけどな。そうですね、オリーブドラブなんかと同じくらい強力な色です。2回目の塗装結果ですが、まだまだシルバーっぽいところが残っていますね。まあ、2回目じゃ仕方がない。2回目同様、凹凸と力加減に注意して塗装です。熊の筆の実力が発揮される場面だな。そろそろ再販されないかなと、強く思う次第です。一生分買い込んでおきたいところだな。3回目の結果です。まだムラがあるとはいえ、かなり発色していると思います。下地がシルバーというのも大きいかもな。下地として考えた場合、大変に素直な良い色です。4回目の塗装です。なるべくバランスが取れるように、部品の逆側から塗り始めだな。塗料の含み具合とかが、最初と最後では、微妙に変わってきますからね。4回目の結果です。まだ少し、ハケムラ的なものが見て取れるな。のびのびと筆を動かせないのが、影響しているのかもしれません。とにかくもう少し塗り重ねだな。正直な話、各種部品を取り付けると、隠れて見えなくなる部分もあるんですけどね。コックピットを機体に入れ込むことを考えたら、大部分が見えなくなるだろう。爆撃機系の宿命ですね。いつでも機体を開閉できるように、細工するのもありなんじゃないか。なかなか難しいかもしれませんが、それはそれで、また考えてみたいところです。さて、平筆での塗装は、ここまでです。あとは、細かい部分で、塗料が乗り切れていないところを、面相筆で仕上げだな。特に凹んだ形になっているところは、平筆が届かなかったので、そういったところを抑えていきます。くれぐれも強くタッチしすぎて、塗面を破壊しないように注意だな。そして、操作パネルの類を艶消し黒で塗装します。塗り分けの難しそうなところは、マスキングしてるんだな。逆にマスキングしない方が、うまく塗れたところもありますね。凹凸がありすぎると貼りにくいからな。こういうところは、もう一回り小さい筆で塗った方が良いかもな。角の部分をもっと際立たせるため、後で修正ですね。紙筆の M サイズで際の部分を修正していきます。息を殺して慎重に塗らないとな。そして、操縦桿のカンバス部分は単で塗装。何回か塗り重ねないといけないな。そして、はしごやレールの類をシルバーで塗装です。シルバーの下地に機内色を塗って、シルバーに塗り戻すのも不思議だな。コード類の塗り分けです。ライトグレーという指定だったから、適当な色を選んで塗装だな。
灰色は、他で色々使うので、こと書きませんからね。そして、つまみやらボタンについて、艶消し白で着色します。これで基板の部品は、ほぼ完了だな。次は、もう一方の基板部分です。とは言っても、工程は大体同じだな。まあ、そうですね。まずは、機体内部色を塗っていき、ベッドのケープや枕については、オリーブドラブ。こちらの基板が若干違うのは、座席の座面の部分があることでしょうか。レッドブラウンでクッションを塗ってから、ベルトは、単で塗装だな。そして、最後にリベットの部分を、シルバーで着色していきます。紙筆の極小の面相筆だな。基板の部品の塗装が終わったので、その他の比較的小さな部品の塗装を進めましょう。最初に紹介した、穴を埋めまくった部品だな。きちんと滑らかな平面にできているか、ドキドキします。逆に表面は、黒のボックスが大量だ。一応、マスキングを施してみましたが、テープを剥がしてみた状態によっては、小さな筆で修正です。このテーブルは、下地が黒いので、シルバーのパーツに比べると、塗り重ね回数がかさむかもしれないですね。黒のプラスチックなんて、因果なものは使ってほしくないところだよな。さらに小さな部品に作用を移します。座席のパーツだな。このキットには、何種類かのシートがありますが、基本的には、メインの色を塗って、ベルトなど細かいところを塗り分ける、の繰り返しです。指が邪魔だな。すいません。クッションのレッドブラウンを塗装して、シートベルトの端を塗装するって感じだな。操縦桿については、機体内部色を塗装した後、ハンドル部分は、艶消し黒で塗装です。艶消し黒は、一発で決まるから、塗り分ける時も楽だよな。はみ出したりすると地獄ですけどね。最後は軽基板ですが、流れは大体同じです。機体内部色を着色してから、パネル部分は、艶消し黒で塗り分けして、ホワイトでケーキ類のトツモールドを、ドライブラシの要領で着色します。全パーツの塗装が完了しました。他のキットと並行して作成していることもあって、随分時間がかかったな。そうですね。3週間くらいかかっちゃいましたね。もう少しスピードアップしたいところだな。分身があったらいいんですけどね。まあ、そんなことは置いておいて、次は、組み立てだ。まずは、大きめの部品から取り付けたいと思います。壊れる心配が少ないという意味だな。そういう意味では、こういうハッチも先につけた方が良いですね。後で邪魔にならないからな。ただ、うっかりすると、取り付けにくい小さな部品が、発生してしまうので油断ならないです。手や指が届かなくなるとかだな。シートの取り付けだな。ここら辺から、繊細になってくるんで注意です。操縦桿なども取り付けて、軽基板を取り付ければ、コックピットの組み立ては完了です。次はもう一方だな。こちらは、コックピットほど込み入ってないですね。安心して組み立てられるな。よっぽどのことがない限りは、干渉したり、誤って壊したりしそうにないです。差し込むためのスリットとか、穴もきちんとしてるからな。しっかり接着可能です。ただ、このシートは、穴の大きさが合わなかったんで拡張しました。ところどころ、そういうところがあるな。ひとまずこれで、コックピットなど内装の3分の1が、終わったと思います。まだ3分の1か。なんせ、機体の内側の前面塗装など、残していますから、搭載する爆弾とかもだな。はい、その通りです。長い時間のご視聴ありがとうございます。また、コメントや高評価、メンバー登録もありがとうございます。引き続き、1ヶ月単位くらいで進み具合を、アップデートしていきたいと思いますので、皆様よろしくお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。